どうもこんにちは、川口の健です。今日はこのオリーブ色のフルブロームの出し縫いやっていきます。ソールの手縫いですね。ここはね、最近動画を出したフルハンドメイドとくぶ仕立ての違いっていうのをちょっと解説した動画があるんですけど、そこでの解説のやはりメインになったフルハンドとくぶの一番の違いの部分ですね。ソールステッチを手縫いするかどうかということで、今回はフルハンドなのでソールは手縫いしていきます。これが今の状態の靴ですね。釣り込みをしてすくい合って、中物ですね。このウエストのあたりには竹とコルクと革を入れて、前にはコルクという感じになってます。でソールがこちらですね。あらかじめちょっと加工をしてで一晩水につけた状態です。加工というのはちょっとしたことなんですけど、これが元々の厚みです。5ミリ強あります。でこの辺ちょっと薄くなってるの分かりますかね。これが、加工したところでウエスト部分とソールの前の方ね、元厚よりも少し薄くしてます。端っこだけなんですけどね、この中央部分は元の厚みがあります。で水につけてあるのでこれ柔らかくなってますね。さてまず接着するので糊を塗っていきます。この糊は実際に糊の接着でソールが固定されているというよりは、製作する時の仮止めみたいな感じですね。実際に糊の接着で固定されはするんですけど、それによってソールが剥がれないわけではなくて、やっぱりねしっかり縫い付けてあることによってソールが剥がれないですね。ソールはあらかじめ糊塗ってあるんですけど、端っこの方だけもう一回糊塗ります。じゃあくっつけます。このソールはこっちの本体から型を取ってぴったりというか形合うように切り出してあるので、その合わせた通りの位置に貼り付けます。このベベルドウエストだったりとか、そういう前加工がソール側には必要なので、行った前加工がしっかり必要な位置に合うように位置合わせをしっかりして貼り付けます。で叩くんですけど、直で叩くと結構跡がつくんで1枚皮をかませます。こんな感じで接着ができました。このウエストのあたりは少し浮かしてます。でベルトからねちょっとはみ出すように型取って作ってるので、このはみ出した部分はもういらないのでカットします。当然っちゃ当然なんですけど、この切る時もただ切ってるわけではなくて、このベルトですね、この上のベルトにはなるべく触れないようにソールだけを切る。そしてこの刃の角度をこうやって見た時にこうなったりこうなったりしないようにしますね。こうは別にいいんですけど、こうなると切りすぎちゃってソールが足りなくなっちゃうので、直角にするようにして切ってますね。別にそれめちゃくちゃ意識してるというよりは、そう切るのもう普通なんでそうやってやってるんですけど、ここでね角度変なになると意外とその後響いてきますね。さて次はドブ起こしをします。これソール貼り付けてカットした状態、こんな感じですね。でドブ起こしはこの縫い目をこのソール底面から見えないように隠すためにやる技法なんですけど、5ミリぐらいある皮の表面1ミリぐらいを薄くスライスするんですよね。でそうするとこの表面1ミリぐらいこの皮が2層に分かれるじゃないですか。その2層に分かれたところを縫うことによって後でその2層に分かれた部分をもう一回閉じれば縫い目は見えなくなりますね。そういう美観のための
方法ですね。あとは1枚この縫い目の上に皮がかぶることになるので、縫い目が切れにくくなるという効果も一応ねあると思います。で、本来は全周ドブ起こしするんですけど、この靴はですね、ちょっとねハーフラバー貼ろうと思うので、ハーフラバーのところドブ起こしても意味がないんで、このウエスト部分だけをねドブ起こしします。なのでドブ起こしするあたりに大体目印つけといて、このウエストのこの辺までドブ起こししますということですね。じゃあいきます。ちなみに今外ね雷鳴ってるんですけど、こんちゃんはね怖いんでここにいますね。雷のね音がね苦手なんですよね。こんちゃん怖いんだよね。で次にねウィールかけていきますね。ウィール、このギザギザのこのローラーみたいなやつをウェルトに当てていきます。この金属のローラーのこのギザギザがウェルトに転写されるというか、皮に、ね、このギザギザの跡がつきます。で、出し縫いの溝ですね。さっきのドブ起こししたところを、縫っていくんですけど、ドブ起こししたところそのまま糸出ると、糸の厚み分こうやってねボコッとなっちゃいますので、糸が沈む溝を作っておきます。こんな感じでね溝を掘ってますね。皮をガリガリ削って広げて、穴っていうか溝ですね。こういうふうにして糸の厚み分沈むような溝を作ります。このドブ起こしのところもちろんそうですし、こっちの方もあとでハーフラバー貼るために、ハーフラバーボコッと糸がしてると貼れないんで、ちゃんと糸を沈めるための溝を作っていきます。次に糸ですね。これ麻糸を染めて黒くして、でこれチャンを塗った状態です。チャンは松ヤニですね。松ヤニと油とロウと混ざったものなんですけど、この先端に針というかイノシシの毛をつけますね。イノシシ革とかって使ってますけど、あれはちょっと特殊ですね。イノシシの皮を使っているのは少し特殊ですけど、このイノシシの毛を使うっていうのはね全然特殊じゃないですね。世界共通というか、いろいろやり方あるんですけど、日本でも世界でも靴職人の人はイノシシの毛針を使います。使う人がいますね。この麻糸ですけど、先端を細くしますね。これ糸の繊維をほどいて毛先を細くしている状態です。これで毛先が細くなりますね。でこの毛先に松ヤニをつけます。こんな感じで細かった毛先がまとまってちょっとテカッとベタッとしましたね。これは皮に松ヤニをくっつけてあります。そしてイノシシの毛、これイノシシの毛ですね。こっち側が生え際で、こっち側が毛先です。で、こっちの毛先側に松ヤニをつけます。松ヤニって言っちゃった。ちゃんです。一応松ヤニ単体を松ヤニと呼んで、その松ヤニとロウと油とかを混ぜたものを一応ねちゃんと呼んでますけど、一応僕の中ではそういう使い分けをしてますね。松ヤニ単体を靴作りで使うことっていうのはないので、松ヤニって言ってる時もね全部ちゃんです。さて
これでチャンを塗り込んで、このイノシシの毛と糸どっちにもチャンを塗り込んだんで、チャンベタベタしてるんで、これ接着剤代わりにしてこう糸とイノシシの毛針をくっつけるんですね。ここまではイノシシの毛だけです。でこの辺から糸が巻きついてますよね。でこの白いこの辺はもう糸だけです。こういう感じでイノシシの毛から浅い糸をシームレスにつなげます。さあそれでは出しないです。この糸とこのイノシシの毛針をシームレスにつなぐのはやっぱり革に開ける穴ってこうね縫う時に革に開けていく穴、そんなにね大きいわけじゃないんで、繊細な縫いなんでね。なのでその糸と針の毛針のつなぎ目に段差があると引っかかっちゃって縫いづらいし、それが糸と毛針をほどけさせてしまう要因の一つにもなるんで、なるべく段差なく緩やかにつなぐ必要がありますね。この手縫いの出し縫いはですね、この出し針を使ってます。出し針、出し縫いをするための専用の針なんですけど、こういうふうにしてウェルト側からソールに貫通穴を開けますね。でその貫通穴、革なんでもうこれね、穴開けたら穴開いた状態のままです。でここに、さっき糸につけたイノシシの毛を両側から差し込んで抜きます。でこれで締めますね。だから先日のフルハンド特部の違いの動画で、この手縫いのステッチっていうのは上糸と下糸っていうのが存在してなくて、一針ごとに入れ替わるという話だったんですけど、今この下糸ソール側にある糸っていうのはこうやって貫通穴に通すので、次の縫い目では上糸に変わってますよね。そういうふうに上糸と下糸が交互に入れ替わる。つまりこの一穴一穴で交差してロックしているということになりますので、構造的に久保仕立てのミシン縫いとは違うよっていう話をしましたね。ただ実際にそれが構造の耐久性でどっちが強いかっていう話は実際の使用上においては違いはないと言ってよくて、どっちも実用的に使えますよということです。僕はね、この靴について知り始めた時に手縫いのソールっていう存在を知ったわけですけど、ビビりましたね。この細かいの全部手で縫ってんのって。その頃って僕レザークラフトをやったことあったんで、趣味でレザークラフトだったらそんなに分厚い革縫わないじゃないですか。縫う場合もあるかもしれないですけど、革小物を作るぐらいだったら1ミリ2ミリの革を縫い合わせるだけなんですけど、ソールの革って5ミリ6ミリあって、さらにフェルトがね2ミリ3ミリあるんで、それを貫通させてこの極厚の革をこの細かさで縫うって、それ頭おかしいだろうって思いましたけどね。でも逆に言えばその頭のおかしさこそがそそられますよね。そんなすごい技術が詰まってるのかっていうので、僕はねずっとフルハンドの靴っていうのは、まずないじゃないですか。既製靴って基本的にはないんで、フルハンドの靴っていうのは憧れでしたね。僕が最初に多分手に入れたフルハンドの靴っていうのはバーシュなんですよ。東欧のバーシュってすごくハンド感が強くてですね、出し縫いも手でやってるらしいんですよ。いやよくやるなと思うんですけど、でも全然ピッチはもっと粗いですよ。今回僕がこれやってるのは2ミリぐらいのピッチでやってますけど、バージョンのピッチはもっと粗いですけど手縫いなんですよ。なので手縫いだからこそできるというか、手縫い感っていうのは、手縫い感というか手作り感っていうのはやっぱりあって、それがいい意味での雰囲気を出しててかっこいいんですよね。僕が最初に手に入れたフルハンドの靴っていうのはバーシュでしたけど、
やっぱり、ね、ソールが、ね、手縫いされてるってだけでちょっとテンションはね上がりますもんね。だからなんだっていう話なんですけど、自分がこうソールが手縫いされた靴を履いてるんだぞっていうのを結構こういう嗜好品性が強い、特にこうビスポークとかね、そういった靴には大事だなとは思いますよね。ただ適材適所なんで、僕はクブの靴も全然履きますし、クブの靴の方がむしろ履く機会多くなったりっていうこともあるんで、めちゃくちゃフルハンドをしてるわけでは全然ないです。全然関係ないんですけど、後ろね、玄関開いてるじゃないですか。これこんな森の中で網戸もせずに開き放しといて虫とか入ってこないのって思うかもしれないんですけど、これがね入ってくるんですよ。普通に入ってきますね。アブ、ハエ、アリ、カミキリムシ。ただですね、この辺、標高が高くて涼しいからか蚊とかがねあんまりないんですね。でアブも別に実際そんな刺さないんで、こう開けといてもね、正直実がそんなないんですよ。もしこれで虫が入ってきてなんか靴に悪さをとかっていう場合はね困るんで絶対閉めますけど、靴にはね興味ないんでね、虫たちは人間には、ね、寄ってきたりしますけど、なので、夏暑いんで風通しを良くするために開けてたりもします。で虫と共に暮らしてたりします。これで縫い終わりました。そしたらここ縫ったところってちょっとこうボコボコしてるの分かりますかね。溝を掘ったところにこうしっかりね糸が収まってるわけですけど、この溝の側面の皮を少しね押し上げる感じになるんですよ。こう針がね押していくんですね、針と糸が。これを潰しておきます。こんな感じで潰れますね。そしてこのドブ起こしのところもちょっと一旦戻して、で縫うために多少ここのウエストの部分ってここを針入れなきゃいけないんで少し起き上がらせてるんですよ。これをね伏せておきます。伏せるというか叩いてこう寝かしつけておきますね。これでウエスト部分はドブ起こし、下この皮の下に縫い目が隠れました。そしてハーフラバー貼るんで、この前方部分はドブ起こししてないのでそのまま溝が見えてる状態です。こんな感じでどうしようかね。もともとウィールで目印をつけたギザギザに沿って一目一目縫ってあります。糸黒いんでこの時点ですでにこうギザギザとね糸があんまり区別がつかなくて見えづらいんですけど、ここからさらに仕上げまでの段階で糸を潰してウェルトに一体化させていくので、実際ね仕上がってみると糸っていう存在感すごくなくなるんですけど、この時点でまだちょっと見えてますね。こうやって縫い目をね綺麗に整えて、そしてその後の手作業によってウェルトと糸をね一体化させていく、これがフルハンドならではできる小刃の仕上げ、ソールの仕上がりの美しさですね。ということで日暮らしもねすごく泣いてきてちょっと涼しくなってきましたが、まだまだ暑いですがもう一足あるんでやっていきたいと思います。それではまた。